ブッダガヤ郊外にそびえるトゥンゲシュワリ山での6年間に及ぶ苦行の果てに、スジャータからの施しを受け、中道の気づきを得た後のブッダ、ゴータマ・シッダールタ。彼はネーランジャラー川の先に立つ菩提樹の下で瞑想を重ねますが、悟りに至ることはできませんでした。けれどその時は確実に近づいていました。ネーランジャラー川で再び沐浴をしていたシッダールタは、川の先にそびえるもう一つの菩提樹を見つけるのです。今日はブッダの悟りのストーリーへあなたをご案内します。それでは2500年前のブッダガヤへ行ってらっしゃい。ゴータマ・シッダールタがそのたもとで悟りに至り、目覚めた者、つまりブッダとなったとされる菩提樹は、現在のブッダガヤ、ネーランジャラー川の近くにそびえています。後に人々はこの地を聖地と崇め、その菩提樹のそばに高さ52メートルに及ぶお寺を建てました。それがマハーボディ寺院です。ネーランジャラー川の水面の先に菩提樹を見つけた後のブッダゴータマ・シッダールタは、まるで吸い寄せられるかのようにそのたもとへとたどり着きます。そしてシッダールタはその菩提樹の下で瞑想へと入るのです。それは悟りを得るまではこの座を立たないとの決意のもとでの大いなる瞑想でした。長く深い瞑想の最中、シッダールタの前にマーラが現れます。それは煩悩の象徴でした。マーラはシッダールタを悟りから遠ざけようと、あらゆる手段で襲いかかります。まずマーラは恐ろしい悪霊や魔物を送り、嵐を起こしてシッダールタを脅かしました。けれどシッダールタは微動だにすることなく、静かに瞑想を続けるのでした。次にマーラは自分の3人の美しい娘たちタナ、ラーガ、アールティを呼び、シッダールタを誘惑します。しかしシッダールタは彼女たちの魅力に心を乱されることはありませんでした。さらにマーラはシッダールタに問いかけます。お前が悟りを開くべきものであるという証拠はどこにあるのだ。そう問われたシッダールタは、その右手を静かに伸ばし、指先で地面に触れました。すると大地の女神プリティビーが現れ、シッダールタこそが悟りを得るに値すると証明したといいます。プリティビーは言ったのです。私はシッダールタの過去の善行を見てきた。彼は数えきれないほどのせいで不正を行い、修行を積んできた。彼こそが悟りを得るにふさわしい。それを聞いたマーラはついに敗北を認め去っていったのでした。それはシッダールタが恐怖、欲望、疑念に打ち勝った瞬間だったのです。そしてそれは彼が悟りに至る最も決定的な瞬間として今もなお語り継がれています。
その右手を地面に触れ、大地とつながり、さらに瞑想を深めたシッダールタは3つの洞察を得ます。それは過去世の洞察、因果の洞察、解脱の洞察でした。シッダールタはすべての生き物は無数の生まれ変わりを繰り返してきたことを知り、その生まれ変わりは行いによって決められることを知り、4つの真理主体と8つの正しい行い八正道の実践によってすべての苦しみを超えられることを知ったのです。主体とは苦、集、滅、道。苦は人生は苦しみであるという真理。集は苦しみの原因は割愛であるという真理。滅は苦しみは割愛が完全に捨て去られた状態によって死滅されるという真理。道は苦しみの死滅に至るには八正道を実践すべきであるという真理。八正道とは正しい8つの行いで、正しい見解、正しい決意、正しい言葉、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい思念、正しい瞑想のこととされます。シッダールタは長く深い瞑想の末、この真理にたどり着くのでした。やがて東の空に明けの明星が輝く頃、シッダールタは完全なる悟りに至ります。そしてついに目覚めたものとなったのです。シッダールタはこの菩提樹の下で悟りを開き、目覚めた者、ブッダとなりました。けれど彼はその後も7週49日間にわたって瞑想を続けたと伝えられています。最初の1週目は悟りに至った菩提樹のたもとでの瞑想でした。ブッダは悟りへの深い喜びを味わいながら座り続けるのでした。2週目は菩提樹の東側から感謝の瞑想でした。ブッダは合わせた両手のひらを空へと伸ばし、右足だけで立ち、7日間瞬きもせずに菩提樹を見つめ続けました。3週目は菩提樹の周りをゆっくり歩きながらの瞑想でした。この7日間の歩行禅は悟りの知恵が世界中に広まることを意味すると解釈されています。4週目、ブッダは菩提樹の北側に座し、悟りの教えを深く思索するのでした。5週目には再びマーラが現れますが、ブッダは右手で地面に触れ、それを完全に追い払います。6週目、ブッダは菩提樹の南側にある池のほとりで瞑想を続けます。突然の大嵐に襲われますが、池の竜王がブッダを守ったとされています。7週目、ブッダは菩提樹の南側に立つラジャーヤタナの木の下で瞑想を行いました。その最中、2人の商人タプッサとバリッカが通りかかります。彼らは蜂蜜と麦菓子をブッダに捧げます。それはブッダが悟りの後に初めて受けた食事となりました。何も持たないブッダは食事のお礼として
自らの頭髪を手渡しました。商人たちはそれを現在のミャンマーに持ち帰り祀ったと言われています。49日間の瞑想を終えたブッダはブッダガヤの地を後にします。その足を北西へと向けるのです。その先では5人の弟子との再会が待っていました。菩提樹から遠く北西の地でブッダは5人の弟子に悟りの教えを説きます。そしてそれは2500年前にこの世界が聞いた仏教の産声となるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。インドブッダガヤ編エピソード7いかがでしたか？かつてウルベーラーと呼ばれたこの町はゴータマ・シッダールタと5人の弟子たちの足音を今に響かせるかのように穏やかな色に包まれています。はるか昔悟りの光を灯した大木は脈々とその命をつないでいます。根は乾いた川の土深くから水を吸い上げ葉を緑色に燃やします。葉は太陽の光に輝き風を鳴らします。そうして大空へと枝を伸ばすこの菩提樹の下には今日も多くの人々が祈りに訪れ輪廻の先を思うのです。悟りの木のふもとではマントラの音が絶えることはありません。朝日が昇るずっと前から響くその声は菩提樹の葉を揺らしこの町の空気を揺らし人々の心をも揺らします。それは西の空に日が沈んだ後も鳴り止まずまるでブッダガヤという生き物の鳴き声であるかのように耳に心地よく残ります。それはきっと2500年前からこの町に打つ脈であり呼吸であり命なのです。今吹いてきた風が揺らす菩提樹の葉の音色の端を捕まえれば僕たちの心はあの日一人の修行僧が見た悟りの一筋の光線に触れることができる気がするのです。これからのエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。 高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。